航空母艦香川赤城とともに第一航空戦隊を組み、開戦後ハワイ作戦など初戦で大きな活躍を見せた後、ミッドウェー海戦で沈没した航空母艦として知られていますが、2023年9月頃に行われた海底調査や新たな写真が発掘されたことで、従来説を大きく覆す設備の増設や装備の変更が行われたことが判明いたしました。今回は最新の調査に基づき、あの赤城をも上回る巨大な航空母艦加賀の艦用に迫ってまいりましょう。さて、香川88艦隊計画における土佐型加賀型戦艦として大正14年1925年4月22日に進水しましたが、軍縮条約を締結した影響で廃艦となることが決定します。しかしその後関東大震災が発生し、空母へと改装予定だった天城が大破、香川天城の代わりとして航空母艦に改装されることになったのです。姉妹艦的な扱いを受けることもある赤城と香川、このような経緯から艦用は大きく異なっており、艦橋の位置や船体の構造物など一致する点はほとんどないほどの違いがあります。これは天城型巡洋戦艦として設計された赤城と戦艦として設計された加賀の差によるもので、赤城はシャープな船体や滑らかな形状の格納庫など巡洋戦艦の印象が残されているのに対して、加賀はずんどりとした船体や船体から張り出した巨大な格納庫など、赤城とは趣が異なるがたいが良い違法建築へと成長していきました。香川赤城とともに空母として改装された当初は多段式の飛行甲板を備える奇妙な航空母艦でしたが、性能で問題が非常に多かった加賀の方が赤城よりも先んじて大規模な改装を受けることにより、1935年には近代的な艦用を備えるに至りました。加賀は速力が28ノット程度と空母としては低速でしたが、巨大な格納庫を持ち、また見た目とは裏腹に揺れにも強く、空母としての運用能力は特に優れており、戦前に運用された日本空母ではおおむね最高水準の性能を誇っていました。しかし大改装後の加賀の姿は不鮮明な写真も多く、設備や装備面では様々な説を残している艦でもありました。海底調査では新たな発見も多かった赤城と同様に、加賀にも同様な調査の成果があると期待されていましたが、残念ながら加賀は保存状態が著しく悪いことが改めて確認され、新たな発見は限定的でした。しかし2023年10月に発刊された日本軍艦史では、1941年1月頃の加賀の右舷からの写真が新たに発掘掲載され、この写真は定説の多くを覆すものになりました。今回はこの新たに発掘された写真をベースに、より解像度が高い当時の加賀の艦用を復元していきましょう。この写真で最大の発見はやはり艦尾方向にあった主砲の数です。加賀に搭載されたものは20産地単装砲で、1935年頃に大規模な改装を受けたことで、艦尾の主砲はその数が増設され、片舷につき5門が搭載されることになりました。しかし新たに発表された写真では片舷4機と改装によって減らされていることが分かり、本来5番砲塔があった箇所はきれいに形成されています。この20産地砲は追撃してくる敵巡洋艦に対しての自衛用の装備でしたが、加賀の5番砲塔は復元性や重量の問題から撤去されたと推定されます。また同じく艦尾方向にある機銃台座についても支柱の数がかなり多いのが分かりました。従来説では支柱の数は 25mm 機銃用の4つと考えられていましたが、それが6つに改装で増やされており、この台座には機銃射撃式装置が増設されていたことが分かりました。また写真を拡大してみると、機銃と射撃式装置に高低差がある可能性も考えられます。次の発見は広角砲が設置されている場所にある構造物です。この構造物は従来の説では三段空母時代の測距所が移設され、最終時まで変化がないとされていましたが、1941年1月の時点では測距儀と思われる設備が追加されていることが分かりました。写真の処理を行っていくと、測距所自体も三段空母時代のものとは形状が異なり、かなり小型化、効率化が行われていることで、測距儀を設置するスペースを確保しています。この測距儀は艦尾にある20産地砲用のものと考えられています。ちなみに右舷方向にある主砲用の測距儀は後部機銃台座の下部に取り付けられていたことが確認されていますが、勤務地に不安を覚える構造をしております。なお、広角砲の制御はかなり離れた箇所にある91式降射装置と
その付近に設置された測距儀で行っていきます。また監視方向に目を向けると飛行甲板の支柱も注目すべき点です。加賀の大きな謎として知られているのが飛行甲板を支える巨大な支柱の数です。この支柱の数は多くの写真から1935年の大改装後は4本支柱であることが明らかとなっていますが、少なくともミッドウェー海戦時には支柱が6本に増やされている可能性が高いとされていました。これは1942年2月頃の加賀の写真で不鮮明ながら支柱が6本であるように見えます。しかし問題はいつ支柱が6本に増やされたかという点で、これには様々な説が存在していました。今回の発掘写真ではややピントが甘いものの、拡大し加工すると支柱は6本のように見えるため、少なくとも1941年1月の時点で加賀の支柱は6本であることがほぼ確実となりました。また増設された支柱はやや監視寄りに設置されているようにも見えます。さらに大きな発見としては、飛行甲板の下側に構造物があるのがわかります。ここの構造物は支柱の裏側に設置されており、新たな甲板が増設されているようにも見えます。この新設された甲板は航空機を発艦できるようなスペースはなく、用途はよく分かっていません。ここからはあくまでも仮説になりますが、この謎の作業甲板の用途として最も可能性が高いのはカタパルト関連の設備です。実は加賀は戦前の1940年9月頃に96式艦上戦闘機をカタパルトで射出させる改造工事が命令されていました。これは対潜水艦船を想定したもので、当時の残された資料から再現すると、加賀の飛行甲板前方に設置されたカタパルトとその機上は艦上戦闘機用、艦上爆撃機用と狭いスペースを有効活用すべく角度が調整されて、最終的にはそれぞれの機体が効率的に発艦することを可能とさせる計画でした。このカタパルトは圧搾空気型であったとされ、後のイ400といった潜水艦のカタパルトと同様な方式でした。しかし軽量な機体であった96式艦船は射出時に破損してしまうなど、射出自体が危険であることが判明すると試験は中止され、さらに96式の後継機であった0式艦上戦闘機は当時としては鈍重な戦闘機とみなされており、加賀の試作カタパルトの性能での運用は困難となってしまいます。時局は戦争へと突き進む中、カタパルトは撤去され、加賀の飛行甲板にはカタパルトを搭載するための溝のようなものが飛行甲板に残されることになりました。少し話がそれてしまいましたが、加賀の支柱はこの姿勢カタパルトの搭載のために6本に増やされたという説が有力であり、今回の発掘写真で明らかとなった中段にある甲板もカタパルト関連の何らかの作業場ではないかという推測ができます。こちらの1942年2月頃に撮影された写真は不鮮明で、支柱や甲板も今一つ判断がつきづらいものでしたが、今回の発掘写真によって支柱や作業甲板もカタパルト撤去後もそのまま残されていたことがほぼ確実となり、開戦時の加賀の寛容を伺い知ることができるようになったのです。加賀の環境は巨大な船体に比べてもとても小ぶりな印象がありますが、右舷に設置されたレイアウトは左舷に設置された赤城の環境よりも搭乗員からの評判が良く、赤城よりも早い段階から設置された加賀の環境は当時の日本空母のデザインの原型となっていきました。また塗装についても時期によって大きな違いがあり、大改装後の昭和12年1937年頃から翌年頃までの写真では環境全体が白色で塗装されていたと考えられています。これは当時の乗員の服装の色から推測されるもので、この時期の加賀は艦の広い部分、あるいは艦全体が白色で塗装されていた可能性が高く、後年の様子とは随分と印象が異なっていたと考えられています。また加賀の環境は設置時期が早かったこともあり、時代を下るに従って塗装以外にも設備の変更が行われており、開戦時には防空指揮所が拡大され、リーゼント、ポンパドールのような形に変わっていたと推測されています。以上が最新の海底調査や発掘写真から導き出された最新の加賀の姿です。皆様、こちらにございますのは、99式艦上爆撃機の女学生全日本号でございます。当時の女学生たちが貯めたお小遣いを寄付をして作られたものでありまして、
搭乗員の方は、先輩のパイロットたちからは大変羨ましがられたということで、後で殴られたらしいです。厳しい世界だ。お前は男子校だろとかね、言いたそうな目をしてますね。あ、メスコー。後でまんじゅう釣りしておきます。まあ、加賀の飛行甲板は、海面から20メートルくらいですので、助かると思います。はい。ということで、今回の考察は別サイト様なども参考にして動画を制作させていただきました。加賀の主張や今回の発掘写真につきまして、ぜひ皆さんのご意見をコメントでお聞かせください。それでは最後は重厚な加賀の勇姿を 4K でお楽しみくださいませ。